皆さん、こんにちは。インドの葉月です。この番組では、私、日本人の葉月がインドに移住をして、向こうでのインドでの生活の様子や、そこで感じたこと、気づいたことを皆さんにお届けする番組です。第1回目の今日は、なぜ私がインドに行くのかというお話と、インドでお仕事が決まったので、そのご報告をしたいと思います。はい、まず私が、インドに行く理由なんですけれども、本当に正直に言うと、理由なんてないっていうのが理由で、全く予想してませんでした、インド。で、もともと海外が好きで旅行も一人で行ったりしていて、いつか海外に住んでみたい、お仕事を住んで長期滞在してみたい、移住をしたいっていう夢があったんですね。で、それを叶えたいなと思って、自分に合った住みたい街を探すために、アジアを旅行していたんです。で、そして、その中の国の一つがインドだったんですね。で、インドって皆さんどんなイメージありますか？で、私の中では、あんまりいいイメージなかったんですよ。衛生的にちょっと汚いんじゃないかなとか、あの、お腹壊しちゃうんじゃないかとか、騙されちゃって嫌な思いするんじゃないか。ね、女性が一人で旅行するのって危険なのかなって最初は思ってたんです。で、私が行ったのは南インドで、特にケラーラ州という場所に主に滞在していたんですけども、本当にそれが楽しくって、自然も美しくって、人がすごく優しくって、ご飯も美味しくって、自分の予想していたインドと全く真逆だったんですよ。で、イメージがガラッと変わって、すごく楽しいなっていう、時間を過ごしました。だから、旅行に行くときって、私は、チケットを取って、ホテルを取ってっていう日程を計画していくものなんですけれども、初めてその先の予定を全部キャンセルして、インドにいたいって、思って、全部キャンセルして、インドに延長して滞在してたんですね。で、そこから、あの、現地のその地元の人と友達になったりして、いろんなところに連れてもらったり、一緒にご飯を食べたり話したりして、あれ、インド好きだなって思ったりしたんです。で、また、たまたまね、インドで一人で旅行している時に、インドで働いている日本人の同年代の女性の方と偶然出会うことができて、その方にね、インドで暮らすの意外とありですよ、なんていうふうに教えてもらって、あれ、インドで暮らすってありなのかもって私の中で、なんかそういう思いが出てきたんですよ。で、そんなのって頭で考えたら絶対に思い浮かばないことだったんですけど、実際に現地に行って体感して、で、またご縁があって、何か自分の道が開いていくような、扉が開いていくような感覚がしたんですね。だから私は今までずっと計画して心配して不安にならないようにずっと生きてきたんですけど、その将来の予定とか計画とか自分の思考、頭で考えること全部捨てて手放して、今降りてきている、与えられているご縁とか、こ導きって言ったらあれですけども、大げさかもしれないけれども、なんかそこに流れに乗ってみようって思ったんです。はい。なのでそれをね、今人生で試している感じなんですよね。その流れに乗っていく人生っていうこと。で、それが、インドに行こうって思ったきっかけだったんです。だから私も未だになんでインドなのかよくわからないですね。で、また、インドで就職が決まりましたっていうことなんですけれども、じゃあインドで暮らすためにどうしようかって考えたときに、やはり、
ビザの問題が出てきますので、私はまずは、就職をしてインドで働くビザ、就労ビザを取得しようかなと考えました。で、日本で就職活動をして、日系企業ですね、そちらに応募をして、面接とかをして、無事にですね、内定をいただくことができまして、本当にありがたいですね。で、数ヶ月後からインドに渡航をして、インドで、お仕事をしながら生活をすることが決まりました。よかったです。で、これってもう本当に、インドに旅行に行ったのが半年ほど前、5ヶ月前ぐらいかな、だったので、そこから、インドに行くことを決めて就職活動をして、いよいよ、インドのね、就労ビザを申請するっていう今タイミングになってきているので、なんかこうやって行動すると、どんどん人生が動いていって、どんどん変化していくなって、今本当に実感しています。なので、これからはですね、皆さんにも私がどういうプロセスでインドに行く、準備をしていくところから、そしてインドについてどんな生活になっていくのかっていうところを、本当にありのまんま自然体でお届けできたらなと思っております。はい。ということで今日は初めての動画だったんですけれども、インドに行く理由と、インドでお仕事が決まりましたというご報告をさせていただきました。で、なんかね、本当にインドってすっごく楽しい国なんですよ。で、インドってすごく大きな国なので、地域によっても全然文化とか、その、カルチャーがね、全然価値観が違うんだけれども、とにかく面白い、私にとっては。だからその面白さとか、インドの良さっていうところも皆さんにお伝え、これからできたらなと思っております。はい。ということで、ぜひ、チャンネル登録とか、コメント、いいねしていただけるとすごく励みになります。今日も最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。そしてこれからどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。